はい、どうもこんにちは。ゴーイソブのマサです。今回はこちら、ロットメーカーゼナックからですね、リリースされているデフューミュートスアキラシリーズのニューロット 100H タイプ R をですね、今回製品レビュー用に提供いただいたので、今回これを紹介していきたいと思います。ゼナックロットに関してはですね、自分はこれで4本目のロットになるんですけど、過去にソニオ 100M、アキラ 100HH の軽ガイドモデル、デューロ 96HH のレビューも行っていますので、その動画もよかったら見ていってください。さて、今回の動画の流れなんですけど、以下のようになっています。ちなみに当チャンネルゴーイソブなんですけど、オーストラリアはシドニーをベースにロック昭和の実調だったり関連するアイテムのインプレ紹介等を行っているチャンネルになっています。まだチャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。それでは次のコンテンツの方に移っていきたいと思います。さて、スペック詳細に移る前にですね、簡単にですね、ゼナック社を知らない方もいるかもしれませんので、ゼナック社とはについて簡単に説明していきたいと思います。創業は1960年からとなっていて、60年を超えてロット製造のロットブランク製造から全工程を自社工場で行える日本国内で数少ないロットメーカーとなっています。ゼナックはですね、自社工場を保有していて、全工程を国内で行っているため、製造、販売、サポートもしっかりしていてですね、過去に自分がデューロ 96HH をですね、修理依頼した際も、依頼から修理後の受け取りまでスムーズにできて、信頼できるですね、メーカーだと個人的に思っています。さて、それではですね、ロットのスペック詳細について見ていきたいと思います。まず、ロットの長さなんですけど、10フィートになっていて、重さが 380g となっています。ロットの付属品なんですけど、ロットのソフトケースとロットベルトが付属してきます。はい、次はですね、ゼナックロットの特徴でもある幅広いキャストウェイトレンジについてなんですけど、ジグだと下が 30g から上が 200g となっていて、プラグだと 30g から 120g という風になっています。適合 P についてなんですけど、適合 P は2号から5号という風になっていて、仮に5号を 300m 巻く想定でいうと、シマノ社、大和社の番手でいうと8000番から14000番という風になっています。ちなみに自分はですね、シマノのツインパワー8000番に P45 300m 巻いているのを、使っています。最後にですね、ロット価格について話していきます。価格なんですけど、税別7万7000円というふうになっていて、日本国内だとセグメントオーダー方式での販売となります。なおですね、タイプ R は 100HH もリリースされていますが、本動画では 100H を使用してのレビュー動画となっています。はい、それではですね、タイプ R の特徴を見ていきたいと思います。で、今回リリースされているタイプ R なんですけど、こちらはですね、以前限定発売されていたレーシングというモデルがあったと思うんですけど、その性能を引き継いだ一般発売モデルというふうになっています。そのためですね、スペックはレーシングと同等というふうになっています。それではですね、大きな特徴を3つ見ていきたいと思います。1つ目の特徴なんですけど、こちらはですね、タイプ R から導入されたシングルラッピングの RG ガイドというふうになっています。自分はですね、過去ゼナックロットは全て軽ガイドモデルを使用してきてですね、今回初の RG ガイドとなります。で、100HH モデルを購入した際は、なんとなく軽ガイドモデルを選んで、ソニオ 100M はですね、購入時 RG を購入しようと思ったんですけど、在庫がなくて、仕方なく軽ガイドモデルを、買ったっていう、経緯がありました。はい、で今回、その初 RG ガイドでキャストした時の、率直な感想なんですけど、おっていうような感じでしたね。正直なところがそんな感じでした。というのもですね、キャスト時のラインの抜けがかなり良くてですね、スコーンっていう風に飛んでいくっていうフィーリングですかね、が強く感じたと思います。で、このスコーンっていう抜けていく感じなんですけど、これはですね、小口径高足バットガイドがまずですね、瞬時にリールから螺旋状に放出されたラインを収束させて、その収束されたラインがその先にある多くのガイドを通ることで直線的に抜けていくので、そう感じるキャストフィーリングになっているようですね。特にですね、強風や横風が強い悪天候時にはですね、ガイド間のライン付けを極力抑えることができるので、ライントラブルをですね、極力発生させないような、メリットがあるようですね。今回タイプ R で採用されているシングルラッピング方式についてなんですけど、今までの軽ガイドモデルや RG ガイドはですね、ダブルラッピング方式が採用されていました。ダブルラッピングガイド方式だとですね、ロットのブランクがあって、ブランクの上にスレッドラッピングで、その上にガイドを乗せて、またその上から、スレッドラッピングをしているっていうような感じだったんですけど、
で今回リリースされているタイプ R はシングルラッピングっていう風になっているので、ロットのブランクの上にそのままガイドが載っていて、そこでその上からスレッドラッピングがされているっていうような方式が採用されています。はい、それでですね、シングルラッピングのメリットは何かっていうふうに思うかと思うんですけど、シングルラッピングではですね、ブランク本来の特性がさらに活かせるような特性があるようですね。はい、2つ目の特徴なんですけど、こちらはですね、ヘキサゴンリールシートと呼ばれるですね、ゼナック社が独自開発した特許出願中の新しいですね、リールシートというふうになっています。このリールシートなんですけど、トレカのですね、高強度超繊維のカーボンを使用していて、ソリッドな骨格になっているため、大型バンでのリールをつけた際にもですね、ブレずに安定して装着することができる特徴があるようです。しかもですね、ラバーで覆うことで手に馴染む新感覚フィーリングという風になっていて、ロッドとリールを一体感を持たせられるリールシートという風になっているようです。で、リール装着時にですね、ブレないっていうことが実は結構使いやすさに直結している部分だなと痛感したことが過去に1回ありました。他社ロットになるんですけど、リールを装着した時にですね、うまくフィットしなくてですね、投げるたんびにリールがガタついて違和感が発生しているロットがあったんですけど、その時はですね、リールシートの方にビニールテープを巻いて、ちょっと持って、問題は解消させたんですけど、リールを装着した時にですね、うまくフィットしない、ガタつくっていうことが、結構違和感、ストレスに感じてですね、リールがしっかりマウンドされる、装着できるっていうことが大事だなっていうところを強くその時ね、感じました。はい、3つ目はですね、これはタイプ R だけの特徴ではないんですけど、ヘキサゴンフロントグリップというものがあって、こちらもですね、他のロットとはまた大きく違う特徴となっています。通常のロットではですね、フロントグリップが通常になっていると思うんですけど、ゼナックのこのヘキサゴンフロントグリップではですね、握った時の指の形に合わせ込んだ変則六角形っていう風になっているため、握り込み時にですね、より少ない握力でロットをホールドすることができて、重ねてフロントグリップが長いので、大型魚とのファイトでグリップの握り込める場所をより前に出せることによって、ロットをしっかり保持しながらファイトでき、リフティングとリーディングをですね、より長い時間持続させることができるようになっています。はい、それではですね、今日投げていくルアーを紹介していきたいと思います。上からですね、ラピードの F160、ラピードの F190 で、3番目ラピードの F230 ですね。でこの3つをプラグ投げていきたいと思います。でジグなんですけど、上から 40g、60g、85g、100g、150で最後 200g、8種類ですね、投げていきたいと思います。はい、それではですね、実際に各種ルアー投げていって、ロッドの、曲がり具合をね見ていきたいと思います。でまず最初に投げるのはですね、マリアのラピード F160 からいってみたいと思います。で使っているロッド、当然ですけど 100H のタイプ R ですね。リール8000番の H 使ってます。で P45 リーダー100ポンド巻いてます。じゃあ行ってみましょう。はい、それではですね、ラピードの F190 やってみたいと思います。
はい、次はですね、ラピードの F230 ですね。やってみましょう。はい、次はですね、ちょっと軽めのメタルジグの 40g いってみたいと思います。はい、次はですね、メタルジグ 60g いってみましょう。はい、次はですね、メタルジグ 85g いってみましょう。はい、次はですね、メタルジグ 100g いってみましょう。はい、次はですね、メタルジグ 150g です。ちょっとこれオフショア用のスロージギング用のやつなんですけど、150g ですね。
はい、次はですね、ロットのマックスウェイト、メタルジグの 200g いってみましょう。これもオフショア用のやつなんですけど、ちょっと投げてみたいと思います。はい、次はですね、ロットの、負荷をですね、正負荷っていうんですかね、ちょっとこの、2リットルのペットボトルに、水を入れてる状態でちょっと、リフトしてみて、ベンドを見てみるっていう流れになってみたいと思います。で、一応今日2キロで持ってきたんですけど、車の中で蓋が開きまして、なので 1.5 キロの、重りを、リフトしてみるっていうような感じです。はい、じゃあこれから約 1.5 キロのですねペットボトルをリフトして、曲げを見ていきたいと思います。じゃあいきます。はい、これで 1.5 キロぐらいですね、ベンドです。ベリーの後半から曲がっているような感じですかね。ティップがここで曲がり始めて、でベリーも曲がってきて、ここから上がります。はい、こんな感じです。はい、という形でですね、プラグ、3種でメタルジグ5種類の、重さを投げて、アキュラ 100H の、ね、タイプ R の曲がり具合を見ていただきました。実際使った感じでですね、下は40から投げてるんですけど、40でも全然、サーが曲がって、気持ちよく投げれるって感じですね。で、上はちょっと 200g はですね、振り抜くのは結構きついんで、150ぐらいあたりがですね、フィーリングがよく振り抜ける重さぐらいじゃないかなというふうに思っています。実際自分が使う範囲でいうと 100g ぐらいまでしか投げないんで、すごい十分、パワーのある、ベンドになっていると思います。人によっては150とかですね、180とか投げるかもしれないですけど、自分の場合は 100g ぐらいがマックスなんで大体、使いやすい、ロットになっています。でかいぞ。でかいでかい。でかいでかいでかい。どうしたらいい？こっちはいいじゃない。やべ、釣ってる釣ってる。次でいく。おっしゃー。はい、やりました。平正、1メートルジャストの 8.5 キロです。
はい、で今日、使ったタックルなんですけど、提供品のですね、ゼナックさんから提供いただいている、アキュラ 100H タイプ R で、今回のですね、メーター 8.5 キロのヒラマサをキャッチすることができました。ですね、トップ引いてて思いっきり、重さがドーンって乗って、で、最後のですね、足元の突っ込みで、ちょっと1回、2回すられて、結構危ないかなと思ったんですけど、アキュラシリーズのですね、特性ともいえる曲げるっていうところでですね、うまく、いなしてくれて、最後ですね、ランディングをすることができました。はい。これ使っても約2ヶ月半、3ヶ月半、3ヶ月ですかね、経つんですけど、はい、個人的に、提供品を抜きにしてですね、お勧めできるルアーになっています。振り抜けのシャープ感ですね。あと、ロッドの持ちやすさ、リールシートのバランスの、ですね、安定感。で、ヒラマサメーターオーバーをですね、余裕を持って対応できる強さっていうところで、いいロッドだと思っています。はい。やりました。はい、いかがだったでしょうか。今回レビューしたですね、100H タイプ R のロッドなんですけど、自分が今まで使ってきた 100HH 軽ガイドモデルとのですね、比較となってしまいましたが、結構ですね、変わった感じがして、好印象のロッドというふうに感じました。今回はですね、ゼナックさんからの製品提供という形でのレビュー動画というふうになっていますが、ゼナックのロッド自体はですね、過去自分も結構使ってきていますので、思い出深いロッドというふうになっています。なのでですね、これからもですね、100H タイプ R をどんどん使っていきたいと思っています。はい、最後にですね、ゴイス部各種 SNS やっています。インスタ、X、Facebook、LINE アット、スレッズもやってますので、お気軽にフォローの方お願いいたします。それと最後にチャンネル登録といいねもよろしくお願いします。まだ YouTube 上ではですね、このタイプ R のレビュー動画がまだ少ないので、この本動画がですね、皆さんのお役に立てればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。マサでした。